チンギス・ハーンという名は、広大な草原を駆け抜けた騎馬団の鼓動とともに、遠く離れた時代の風景を呼び覚まします。その本名はアステルバートラといい、12世紀後半に遊牧民の部族を統合した指導者でした部族長会議の場で、1206年に正式にチンギス・ハーンの称号を授かり、モンゴル帝国の礎石が打ち込まれたのです。その後の十数年で金朝との激闘や西方への遠征を重ね、1211年から1234年にかけて中国北部の大部分を掌握し、さらには中東のバグダッドまで勢力を伸ばしました。13世紀末にはユーラシア大陸のほぼ全域に及び、現在の中国、ロシア、中央アジア、中東、東欧の広範囲を支配したと伝えられています。物語は、チンギス・ハーンことテムジンの誕生から始まります。1162年頃、モンゴル高原のボルジギン部族に生まれたテムジンでしたが、幼少期に父親が毒殺されるという悲劇に見舞われました。家族は部族から見放され、明日をも知れぬ貧しい暮らしを強いられます。しかし、この過酷な逆境こそが、彼に仲間との深い絆と、人々を引きつける強靭なリーダーシップを育ませたのでした。やがて1206年に全草原の諸部族を統一し、彼はチンギス・ハーンという称号を得ます。この名には、海のように広大な世界を支配するという壮大な意志が込められていました。統一を成し遂げたチンギス・ハーンがすぐに着手したのは、ヤサと呼ばれる法典の制定でした。これは単なるルールではなく、軍事規律から税制、そして宗教の自由までを網羅した包括な法体系であり、帝国内の秩序を支える揺るぎない柱となりました。特に、宗教に対する寛容さは当時の世界において餓きなものでした。ヤサはすべての信仰を平等に扱い、寺院やモスクを破壊しないことを明確に定めていたのです。その結果、キリスト教徒、イスラム教徒、仏教徒、さらにはユダヤ教徒やシャーマニズムの信者までもが、同じ土地で肩を並べて共存するという驚くべき光景が実現しました。ここからモンゴル帝国の猛烈な拡大が始まります。1209年に西夏を服属させ、続く1211年には金朝へ侵攻、1215年には中東を陥落させました。さらに1219年にはホラズムシャー朝へ遠征し、サマルカンドやブハラといった宝石のような重要都市を次々と制圧していきます。これらの遠征は単なる軍事な勝利ではありませんでした。それは途絶えかけていた東西の交易路を再び活性化させる巨大な転換点となったのです。モンゴル帝国が築いた最大の遺産、それがパクスモンゴリカ、すなわちモンゴルの平和です。13世紀初頭から14世紀半ばまで続いたこの時代、ユーラシア大陸全域にわたって安全と安定が保障されました。交易路を支えたのは、ジャムと呼ばれる駅伝制度です。約40キロごとに設置された宿場が新鮮な馬と食料を提供し、死者は1日に300キロ以上の速さで情報を運びました。北京から黒海までの果てしない道程がわずか数日で結ばれ、商人や旅行者はかつてない安心感を持って往来できたのです。このジャム制度は、現代の郵便制度や物流ネットワークの原型とも言えるものでした。例えば、1241年のワールシュタットの戦いでは、1500キロも離れた戦場に補給が途切れず、迅速に指令が届いたことが勝利の決め手となりました。また、1271年から1295年にかけて帝国を訪れたマルコ・ポーロは、その著書である東方見聞録の中で、このジャムの効率性を絶賛し、世界で最も優れた通信システムであると評しました。さらに帝国は、道路と通信だけでなく経済の仕組みも整えました。銀本位制を採用し、銀貨をユーラシア全土の共通通貨としたことで、交易の障壁は劇に低くなりました。また、タムガ税と呼ばれる統一された通行税を導入し、その税率を商品価値の 3% から 5% という定率に抑えました。これにより、地方領主による勝手な課税が防がれ、商人の負担は大幅に軽減されたのです。その結果、中国の絹や陶磁器、ペルシアの金属工芸、ヨーロッパの時計や武器が自由に行き交い、技術と文化の交流が激しく加速しました。特に技術の伝播は目覚ましいものがありました。中国で発明された火薬は、モンゴルの西西を通じてイスラム圏、
そしてヨーロッパへと伝わりました1241年のレグニアの戦いでは、モンゴル軍が火薬兵器を使用し、これがヨーロッパにおける実戦への火薬登場の先駆けとなりました。印刷術や羅針盤も同様に東から西へと伝わり、後のルネサンスや大航海時代を支える技術基盤となったのです。また、医学や天文学の知識も活発に動きました。イスラム世界の学者が首都カラコルムに招かれ、その知見が中国へもたらされました。イブン・シーナーの医学書が中国語に翻訳されたことは、当時の医療知識が大規模に共有された象徴な出来事でした。帝国の統治哲学の根底にあったのは、徹底した実用主義と能力主義です。血統ではなく実力で人材を選ぶという原則が貫かれていました。ウイグル人のタタトゥンガが文字の制定や行政システムの整備に貢献し、ペルシア人のラシードゥッティーンが歴史編纂に携わったことは、その証左と言えるでしょう。さらに、カンドのヤリツスワエザイが財政改革を行い、儒教の理念とモンゴルの伝統を調和させました。こうした多民族、多文化からなる官僚層が、帝国の統治を効率化し、各地の慣習を柔軟に取り入れることを可能にしたのです。しかし、光があれば影もあります。モンゴル帝国の功績の裏には、残酷な破壊の歴史がありました。広大な領土を支配する過程で多くの都市が灰となり、特にバグダッドの消失は、イスラム世界の学術中心地を永遠に失わせる悲劇となりました。また、シルクロードを通じた人の往来は、皮肉にも疫病の拡散を招き、14世紀の黒死病の蔓延に寄与したとされています。宗教寛容を掲げながらも、実際には征服地の宗教指導者が弾圧された例や、農耕民が遊牧民の特権階級による不平等な課税や強制労働に苦しんだ事例も報告されています。これらの矛盾は、帝国が支配と搾取という冷徹な側面を併せ持っていたことを物語っています。そして、帝国は分裂という転換点を迎えます。チンギス・ハーンの死後、帝国は4つの大藩国に分かれ、かつての兄弟たちは互いに争い合うようになりました。これにより統一市場は崩壊し、交易路の安全も失われました。しかし、この分割統治の形態は、結果として各地域の安定を長期に保つこととなり、後のオスマン帝国やロシア帝国、明朝といった国家にとっての統治モデルとして深い影響を与えました。現代に目を向けると、モンゴル帝国の遺産は多様な形で生き続けています。中国では、チンギス・ハーンが中華民族の英雄として再解釈され、内モンゴル自治区の観光資源や教育に利用されています。一方で、モンゴル国では国家アイデンティティの核として尊崇され、ウランバートルの巨大な像や祭典でその偉業が称えられています。同じ一人の人物が、異なる政治文脈で語られる。この事実は、歴史認識の多様性と、政治利用という複雑な側面を浮き彫りにしています。さらに、当時の通信網や物流システムは、現代のインターネットやグローバルサプライチェーンに重ね合わせて考えることができます。ジャム制度は情報の迅速な伝達を可能にした一方で、地方の反乱や異端思想を即座に検知し鎮圧するための監視手段でもありました。この二面性は、今日のデジタルネットワークが情報の自由な流通を実現しながら、同時に監視や統制のツールとなり得る点と驚くほどに通っています。モンゴル帝国が現代世界の原型となった理由は、大きく4つの点にまとめられます。第一に、中央集権でありながら地域自治を尊重する分散型統治構造が、現在の連邦制や地域自治の先駆けとなったこと。第二に、ジャムやパイザといった制度が安全な交易と情報流通を仕組み化し、グローバル経済とデジタルインフラの前身となったこと。第三に、宗教寛容と能力主義が多文化共生と専門人材の国際活用を促し、現代の多国籍企業や国際研究ネットワークの精神基盤を築いたこと。そして第4に、中心都市の戦略な配置と機能文化が、現在のハブ空港や金融センターの設計思想に通じていることです。このように、モンゴル帝国は単なる過去の征服者の集団ではなく、壮大なグローバルネットワークの設計者として、21世紀の情報社会や経済システムに深い影響を与えたと言えるでしょう。私たちが今日享受している国際なつながりや多文化共生の概念は、チンギス・ハーンが築いた広大なネットワークのエコロジーに根ざしているのです。歴史を振り返ることで、
情報の自由とプライバシー、経済格差、民族間の対立といった現代の課題に対し、新たな視点が得られるはずです。さらに踏み込んで、帝国が残した制度遺産を現代の具体例と照らし合わせてみましょう。まず、通信網としてのジャム制度は、単なる郵便手段ではなく、情報の即時性と統制を同時に実現するハイブリッドシステムでした。各駅の騎馬隊は、皇帝の命令を数日で届けるだけでなく、地方の異常や税収状況をリアルタイムで集約しました。この仕組みは、現代のデジタルネットワークが持つ低遅延通信と監視機能の二重構造に酷似しています。例えば、日本国内の高速道路網にある交通情報センターが、車両データを瞬時に集めて渋滞予測や事故対応に活用している根底には、JAM が目指した情報の迅速な流通と中央へのフィードバックという考え方が流れています。物流面での革新も見逃せません。モンゴル帝国は広大な草原を横断するため、鞍と馬具の標準化を徹底しました。これにより、遠征軍が一定の速度で移動でき、長期戦闘でも補給線が切れない安定した兵隊体制を築いたのです。この概念は、現代のサプライチェーンマネジメントにおける標準化部品やモジュール化輸送の先駆けといえます。世界貿易を支えるコンテナ輸送の基盤にある統一規格の精神は、形を変えてモンゴルの知恵を受け継いでいるのかもしれません。法制度に目を向ければ、安さと呼ばれる成文法は、部族の慣習と中央の権威を融合させた混合型法典でした。刑罰の厳格さと同時に、商人に対する取引の自由と安全を保障する寛容な条項が盛り込まれていました。この柔軟性は、後世の欧州諸国が近代国家法を整備する際の参考になったという学説もあります。例えば、フランス革命後に制定された民法典が、個人の財産権保護と公共の秩序維持という矛盾する2つの要素を調整しようとした点は、安さの理念と共鳴しています。また、女性の政治参加という点でも注目すべき事例があります。チンギス・ハーンの妻であり、息子5体の母であるトゥルゲネウラは、皇帝の死後に実質な摂政として帝国を統治し、数年間にわたり平和と繁栄を維持しました。さらに、ソルガ・ハタンケイチはカラコルムで学問と宗教の保護者として活躍し、イスラム学者や仏教僧を招いて学術交流の拠点を作り上げました。これらの女性指導者たちは、血縁だけでなく能力と信頼に基づく統治モデルを体現しており、現代のジェンダー平等政策の歴史な前例として再評価されています。文化な側面では、帝国がもたらした音楽や舞踊の融合が、今も中央アジアの民族芸術に色濃く残っています。例えば、ペルシアの弦楽器とチベットの打楽器が組み合わさったタムブールドラムは、シルクロード沿線の祭典で今なお演奏され、重要な観光資源となっています。また、食文化においても、遊牧民が発明した乾燥肉のボルシチや、乳製品のエアロートが、東西の料理法と結びついていったのです。こうした歴史の断片は、現代のファストフードや健康を意識したメニューにまで、静かに、けれど確実に影響を与え続けています。また、遺伝学という科学の視点からも、モンゴル帝国がもたらした大規模な人口移動の証拠が見つかっています。最新のゲノム解析が進む中で、ユーラシア大陸の至る所に広がる特定の Y 染色体ハプログループが、13世紀以降のモンゴル系男性の拡散と強い相関を持っていることが分かってきました。この遺伝な痕跡は、単なる武力による征服の結果だけではありません。当時の婚姻政策や、張り巡らされた交易ネットワークを通じた人々の深い交流が、血脈として刻み込まれた結果であると解釈されています。現代の国家戦略に目を向けると、中国が推し進める新シルクロード構想が、かつてのモンゴル帝国が持っていた多層なネットワークと驚くほどに通っています。陸と海の2本柱で構成されるこの巨大プロジェクトは、インフラへの投資と文化交流を同時に推し進め、地域ごとの経済格差をなくそうとしています。これは、当時のカラコルムが担っていた、交易と知識が交差するハブとしての役割を、現代に再現しようとする試みとも言えるでしょう。さらに、ロシアが展開する北極航路の開発には、モンゴルが北方草原の過酷な環境で培った適応技術や、
馬体による高速移動の術に通じる精神が息づいています。環境への配慮という点でも、モンゴル帝国は独自の草原管理法を持っていました。草を食べ尽くすか放牧を防ぐため、季節ごとに放牧地を交代させるローテーション制度を導入していたのです。この知恵は、現代のサステナブルな農業や放牧管理における最善の手法として、今に伝えられています。特にモンゴル高原での草原復元プロジェクトでは、この古代の放牧パターンを参考にしながら、炭素を吸収する源としての草原を守る取り組みが進んでおり、国際にも高く評価されています。政治な利用という側面では、興味深い対比が見られます。モンゴル国が独立国家としてチンギス・ハーン像を国家のシンボルに据える一方で、中国は内モンゴル自治区の教育の中で、彼を多民族国家を統合した人物として位置づけ、民族団結の象徴として活用しています。また、ロシア連邦のシベリア地域でも、モンゴル系の住民が自治権を求める動きの中で、歴史なモンゴル帝国の自治モデルが議論の材料となっています。同じ一つの歴史遺産が、国によって異なるイデオロギーに取り込まれていく様子は、歴史認識がいかに多層で、政治な再解釈によってダイナミックに変化するかを如実に物語っています。最後に、21世紀の私たちが直面する課題に対し、モンゴル帝国の経験は3つの教訓を提示してくれます。第一に、情報の流通が高速化することは便利ですが、同時にそれは監視と統制というリスクをはらむ二面性を持っているということです。第二に、異文化間の交易は経済な繁栄をもたらす一方で、疫病や環境破壊といった負けの側面までも拡散させる可能性があるということ。そして第三に、能力主義と多民族の協調をいかにバランスさせるかが、国家の持続な発展には不可欠であるということです。これは、現代の国際機関や多国籍企業が抱える人材の多様性という課題にそのまま通じます。これらの視点を踏まえ、未来のグローバルガバナンスを設計する際には、モンゴル帝国が築いた広域ネットワークのエコロジーを参考にすべきでしょう。情報の自由とプライバシーの保護、経済な公平性、そして環境の持続可能性を同時に追求する、統合なアプローチを模索することが求められています。ここまで、モンゴル帝国の遺産を現代社会の構造と照らし合わせ、深く考察してきました。次は、具体な事例として、現代の物流企業がモンゴル式のジャム制度をどのように取り入れているのかを掘り下げていきましょう。それでは、モンゴル帝国が築き上げた情報伝達網と物流システムが、現代のサプライチェーン管理やデジタル通信インフラにどのような影響を与えているのか、具体に検証していきます。まず、ヤム制度と現代物流の類似点についてです。モンゴル帝国が採用したヤム制度は、騎馬隊が一定の間隔で設置された駅所に立ち寄り、馬を乗り継ぎながら、皇帝の命令や商人の荷物を高速で全国へ届ける仕組みでした。駅所は単なる休憩所ではなく、宿舎や食料庫、馬の交換場として機能し、各拠点は厳格な時間管理と標準化された手続きに従って運用されていました。この概念は、今日のコンテナターミナルや物流ハブそのものであり、特にタイムウィンドウの設定やクロスドッキングという手法は、当時のヤムの運用マニュアルに匹敵する精度を持っていたと評価されています。近年、欧米の大手物流企業は、AI による需要予測とリアルタイムの追跡システムを導入し、ヤムが実現した情報と物資の同時流動を再現しようとしています。例えば、北米の輸送ネットワークでは、主要都市間に配置された自立走行車両のステーションが、ヤムの駅所と同じ乗り換え方式で荷物を運び、平均配送時間を従来の 30% 削減することに成功しています。これは、13世紀にモンゴル軍が100日以内に数千キロメートルを横断したという資料の記録と、驚くほど一致するスピード感です。また、金銭の流通においても、ペイパルのような信用体系の原型が見て取れます。モンゴル帝国は遠距離交易をスムーズにするため、紙幣や信用証書の原型となる文書を発行しました。これらは銀票と呼ばれ、商人が重い金属を持ち歩くリスクを避け、
取引先に対して価値を保証する手段となりました。文書には発行者の印象と有効期限が明記され、指定された市場で換金できる仕組みでした。この仕組みは、現代の電子決済プラットフォームが提供するトークン化資産に非常に似ています。特にブロックチェーン技術が注目される背景には、モンゴル帝国が当時すでに実践していた分散型信用保証という概念があると言われています。中国の金融史研究者は、このモンゴル紙幣が後の元王朝のトコ制度に直接影響を与え、さらにヨーロッパの銀行業務へと波及した可能性を指摘しています。科学技術の拡散についても、シルクロードを通じた大きな流れがありました。まずは火薬と火器の伝播です。モンゴル軍は中央アジアから中国へと火薬技術を持ち込み、さらにペルシア経由でヨーロッパへと広めました。13世紀末のモンゴル遠征報告書には、火縄銃や爆裂弾の記載があり、これが西欧の城塞戦術に革命をもたらしたことは広く認められています。現代の防衛産業においても、モンゴルが担った技術媒介者としての役割は、サイバーセキュリティや人工知能の国際標準化プロジェクトに似た形で再評価されています。次に、印刷術と知識の流通です。モンゴル支配下の中東地域では、ペルシア語の写本が大量に複製され、イスラム世界全体に広がりました。特に医学書のカノンや天文学書のズイラトゥル・カミールは、モンゴルの保護政策によって多言語版が作成され、学者たちの交流を大いに促進しました。この経験は、現在のオープンアクセス出版やデジタル図書館の理念と共鳴しており、学術情報の無国境化を推し進める上での歴史な前例とみなされています。さらに、多民族国家の統治哲学は、現代の多文化政策にも示唆を与えています。モンゴル帝国は、征服した土地ごとに異なる法律や宗教な慣習を尊重しながら、中央集権な税制と軍事指揮系統で全体を統合しました。この柔軟な統合モデルは、21世紀の欧州連合や ASEAN が採用している相互承認や共同規範という基礎概念に通じるものです。例えば、カザフスタン共和国は、国内の少数民族自治区に対して地方自治権と中央補助金を組み合わせた2層構造を導入していますが、これはモンゴルが実施した部族長官制度の現代版であると評価されています。また、ウズベキスタンの教育改革では、歴史の教科書にモンゴル帝国の官様政策を取り入れ、異文化理解の教材として活用しています。こうした事例は、血縁ではなく能力と信頼に基づく統治というモンゴルの姿勢が、現代のダイバーシティ&インクルージョン戦略に適合することを示しています。環境管理とサステナビリティについても、重要な視点があります。モンゴル高原で実践された季節な放牧ローテーションは、草原の再生を助け、土壌の侵食を防ぐことに寄与しました。近年、欧州連合の農業政策では、低炭素農業の一環として、同様のローテーション手法を補助金の対象に含めています。さらに、モンゴル政府が主導する草原炭素クレジット制度は、古代の放牧管理をデジタル化し、国際な炭素市場へ供給しようとする試みとして注目を集めています。水資源の共有管理についても同様です。モンゴル帝国は、シル川や黄河流域の灌漑施設を共通で管理するために水利協定を結び、各部族が公平に水を利用できるよう調整しました。この制度は、現在の国際河川法における上流と下流の均衡という概念に似ており、特に中国と中東諸国が争点とする超硬水資源配分問題において、歴史な先例として引用されています。デジタル時代になって、モンゴル式のような情報統制のあり方もよみがえっています。モンゴル帝国は情報の速達を実現した一方で、検閲も言っていました。皇帝の命令は御書として各駅所に配布され、内容が書き換えられない要暗号な符号が付与されていました。この手法は、現代のブロックチェーン技術が持つ改ざん負荷という特性と概念に一致します。実際、シリコンバレーのスタートアップの中には、モンゴルの暗号符号を参考にした分散型認証プロトコルを開発し、国家機関の機密文書管理に応用している例もあります。ここで、
現代企業が取り入れているモンゴル式ジャム制度の具体な実例を見てみましょう。まず、アジア太平洋地域の物流企業 A 社です。A 社はモンゴル帝国のヤムモーをモデルに、東南アジアと中央アジアを結ぶジャムステーションネットワークを構築しました。各ステーションには自動倉庫とドローンの充電基地が併設され、貨物は24時間以内に次のステーションへと転送されます。このシステムにより、従来の海上コンテナ輸送に比べて輸送コストを 15% 削減し、二酸化炭素の排出量も 30% 削減するという成果を上げています。次に、ヨーロッパの e コマース大手 B 社です。B 社はモンゴルの信用証書の概念を応用し、顧客間の取引を保証するデジタルジャムカードを発行しました。購入者はカードにチャージした残高で商品を予約し、販売者はその情報をブロックチェーン上で検証することで、支払いの遅延や詐欺のリスクを大幅に低減させています。この仕組みは、モンゴルが遠征時に使用した金銭代替証書の機能をデジタル化したものであり、金融監督当局からも高く評価されています。こうした影響は、文化記憶やポップカルチャーの分野にも広がっています。映画やゲームの世界でも、モンゴル帝国は頻繁に登場します。近年の日本の歴史ドラマでは、チンギス・ハーンの若き日を描くことで、リーダーシップや戦略思考の重要性が強調されています。また、世界に人気のオンラインゲームであるエルダー・スクロールズシリーズでは、モンゴルの騎馬戦術やヤムネットワークを参考にした高速移動クエストが実装され、プレイヤーに歴史な体験を提供しています。これらのエンターテインメントは、モンゴル帝国の遺産が現代の創造産業の中でどのように再解釈され、新たな価値を生み出しているかを示す恒例と言えるでしょう。最後に、モンゴル帝国が残した広域ネットワークのエコロジーを、21世紀のグローバルガバナンスに適用するための具体な策について考えていきましょう。情報の自由とプライバシー保護という、相反する2つの価値観。ヤムという仕組みが情報の迅速な流通を可能にした一方で、皇帝は同時に情報の統制という権力を行使していました。現代のインターネット規制をめぐる議論においても、情報のオープン化と個人データの保護をどう両立させるかは大きな課題です。ここで、モンゴルがかつて用いた暗号符号の精度に目を向けてみましょう。分散型の認証と匿名化技術を巧みに組み合わせたハイブリッドモデルを構築することで、この困難なバランスを解決するヒントが見つかるはずです。また、経済な公平性をどう確保するかという点についても、歴史は教えてくれます。かつて商人たちに与えられたヤムの免税特権は、交易路沿いの都市に計り知れない繁栄をもたらしました。この知恵を現代の国際物流に当てはめるなら、低関税ゾーンや貿易インセンティブを戦略に設けることが有効でしょう。そうすることで、途上国がグローバルサプライチェーンという大きな流れに乗りやすくなり、世界全体の底上げにつながります。さらに、環境の持続可能性を統合することも不可欠です。かつての放牧ローテーションや水利協定は、自然資源を循環させる知恵の結晶でした。現代の気候変動対策として、国際な炭素クレジット制度に草原復元ポイントという概念を組み込むのはどうでしょうか。モンゴル高原の伝統な管理手法をデジタルツインで再現し、リアルタイムデータを政策決定に活用することで、自然と共生する道が開かれます。これら3つの柱を中心に、国際機関や多国籍企業が手を取り合えば、モンゴル帝国がかつて証明した多民族、多文化、そして多領域を統合するネットワークを、デジタル時代の持続可能な発展モデルとして具現化できるでしょう。私たちが未来のグローバルガバナンスを設計する際、過去の成功と失敗を深く読み解き、歴史な遺産を創造に活用する姿勢こそが、何よりも重要になります。さて、次回は実際にモンゴル式ジャム制度を導入した物流企業の内部構造に迫ります。そこで働く人々の意識がどのように変容したのか、インタビュー映像とともに深く掘り下げていきましょう。10、モンゴル式ジャム制度を導入した物流企業の内部構造と意識変容。11、組織体制の再編成。モンゴル式ジャム制度を取り入れた企業は、
従来のピラミッド型だった階層管理を捨て、ステーションネットワークを中心としたフラットな構造へと大胆に転換しました。最高統括責任者である CEO に相当する役職は大統領官と呼ばれ、各ジャムステーションの長は駐屯長として現場での独立した意思決定権を手にしています。駐屯長たちは地域ごとの物流需要や在庫状況をリアルタイムで把握できる草原データ版にアクセスし、次の駅への貨物配分やドローンの充電スケジュールを自らの判断で自律に調整しています。このネットワークを支えているのが、情報の即時共有を可能にする風の回路というシステムです。これは遠隔地に設置された通信塔が、光ファイバーと衛星リンクを組み合わせたハイブリッド回線で結ばれたもので、すべてのステーションが同時に同一のデータベースを閲覧できる仕組みです。その結果、かつての部門間の壁は取り払われ、横断な共同が当たり前となりました。これにより、問題が発生してから解決に至るまでの時間は、わずか半日以内にまで短縮されたのです。12、技術支援と人材育成。技術な側面では、人工知能による需要予測モデルが駐屯長の判断を強力にバックアップしています。過去10年分の取引履歴と季節ごとの変動を学習したアルゴリズムが、数時間先の貨物量を高い精度で算出し、最適な輸送経路と車両の配置を提案します。さらに、物のインターネット端末がすべての荷物に重複されており、位置情報だけでなく温度や湿度といった環境データが常に送信されるため、品質管理も完全に自動化されました。人材育成においては、モンゴルの遊牧文化に根ざした共感指導法を取り入れた研修プログラムが導入されています。新人はまず馬上講義を通じて、歴代チンギス・ハーンの戦略思想を学びます。その後、草原実習として実際のジャムステーション運営に飛び込みます。この理論と実務を融合させた2段階の学習により、従業員は自分が単なる労働者ではなく、広大なネットワークを構成する不可欠な一部であるという強い自覚を持つようになります。従業員の意識変容導入の初期段階では、従来の倉庫中心の勤務スタイルから移動と情報共有を重視する新体制への移行に戸惑う声もありました。しかし、定期に開催される草原フォーラムが転機となりました。ここでは各駐屯長が成功事例だけでなく失敗談までもオープンに語り合い、失敗を恐れずに挑戦することを称える文化が根付いていきました。特に若手社員の間では、自分の判断が直接に全体の流れに影響を与えるという実感から、主体性と責任感が飛躍に向上したという声が多く上がっています。報酬体系もまた、貢献ポイント制へと変更されました。貨物の迅速な配送や顧客満足度の向上に応じてポイントが付与され、それが一定量に達すると草原奨励金としてボーナスに換算されます。これは、モンゴル帝国が遠征隊に与えた功績印象という概念を現代風にアレンジしたものです。個々の努力が可視化されることで、切磋琢磨する競争心と、互いを助け合う協調心が同時に促進される結果となりました。14、成果指標と今後の課題。導入から1年が経過し、主要な指標には顕著な成果が現れています。配送のリードタイムは平均7日から4日へと短縮され、燃料消費は2割減少しました。顧客満足度は9点満点中 8.6 点まで上昇しています。さらに、ステーション間の在庫回転率は3倍に達し、過剰在庫による資本のロックという大きな損失を大幅に削減することに成功しました。しかし、乗り越えるべき課題も残っています。遠隔地のステーションでは電力供給が不安定な地域があり、太陽光パネルと蓄電池の組み合わせがまだ最適化されていないため、稼働停止のリスクが指摘されています。また、情報の暗号化に使用する鍵の管理が集中化する傾向にあるため、より安全な分散型認証への移行が急務となっています。これらの問題に対し、現在は国際標準化団体と連携し、オープンソースの暗号プロトコルを共同開発する方策が検討されています。15、インタビュー映像から読み取れる未来像。次回の放送では、
実際に駐屯長として現場を率いる3名のインタビュー映像を交え、彼らがどのようにモンゴル式ジャム精神を日々の業務に落とし込んでいるのかを深掘りします。1人目は、草原北部に拠点を置く企業下部との駐屯長で、極寒の環境下でいかに物流を最適化させるかという手法を語ります。2人目は、砂漠地帯で活躍する企業オーツの若手データ分析官で、人工知能の計算と伝統な経験則をどのように融合させているかを紹介します。そして3人目は、ステーション間の橋渡し役を担う企業兵の人事担当者で、組織文化の改革と多様性を推進するための具体な策を明かします。これらの実例は、モンゴル帝国が1000年以上前に築き上げた広域ネットワークの哲学が、現代の物流産業においてどのように再生産され、さらなるイノベーションへと導くかを示す重要なケーススタディとなるでしょう。次回の放送では、映像とともに具体な数値データや現場の生きた音声を交え、臨場感あふれる洞察をお届けします。どうぞご期待ください。